無音は音楽か。4分33秒の衝撃。無音の音楽の哲学。ヘッドホンを耳に当て、首をかしげる額。おかしいな。故障かな。さっきからボリューム最大にしてるのに、何も聞こえないぞ。ガク君、どうしました？ゼンさん。いや、この最新の全員音楽なんですけど、再生して5分経つのに、ずっと無音なんですよ。イントロが長すぎるのか、データが壊れているのか。もしかしてそれは、無音そのものを楽しむ曲かもしれませんよ。無音を楽しむ？ただの放送事故じゃないですか。音楽って音を楽しむって書くでしょ。音がなかったら詐欺ですよ。普通はそう思いますよね。でも音楽の歴史にはその常識を完全に破壊した一曲が存在するんです。今日は1音も演奏しない伝説の曲4分33秒についてお話ししましょう。4分33秒、これはアメリカの作曲家ジョン・ケージが1952年に発表した作品です。タイトルが時間そのまんまですね。どんな曲なんですか？楽譜には音符が一つも書かれていません。あるのはタセットという指示だけ。タセット？音楽用語で休みという意味です。つまり全パート、全小節が休み、演奏者はステージに出てきてピアノの前に座り4分33秒間何もしないで帰っていくんです。ふざけてるんですか？チケット代返せって暴動が起きません？実際初演の時は大騒ぎになりました。観客はざわつき怒り出し、最後はブーイングの嵐だったそうです。そりゃそうですよ。ピアニストが座ってるだけなんて誰でもできる。僕だってできますよ。でもガク君、ジョン・ケージは決してふざけていたわけではありません。彼は大真面目に音楽とは何かを問いかけたんです。そもそもこの4分33秒の間、コンサートホールは完全な無音だったと思いますか？誰も演奏してないんですとね。シーンとしてるんじゃないですか？想像してみてください。満員の会場で演奏者が動かない。最初は静かです。でもだんだん別の音が聞こえてきませんか？誰かの咳払いとか？そう、誰かが椅子をきしませる音、空調のゴーッという風の音、窓の外を通る車の音や雨の音、そして観客がイライラしてひそひそ話す声。意外とうるさいかも。ケージが聞かせたかったのはまさにそれなんです。彼はこう言いました。沈黙など存在しないと。沈黙は存在しない？ケージはある時バーバード大学の無教室に入りました。完全な防音設備で外の音が一切遮断された部屋です。そこで彼は完全な静寂を体験しようとしました。でも聞こえてきたんです。2つの音が、1つは高い音、もう1つは低い音。部屋の故障ですか？いえ、技師に聞くとこう言われました。高い音はあなたの神経系が動く音、低い音はあなたの血液が流れる音です。自分の体の音が聞こえちゃったんだ。生きてる限り音は鳴り続けている。ケージは悟りました。無音なんてものは物理的にありえないんだと。それまでの西洋音楽は作曲家が音を支配しコントロールするものでした。ここでどう鳴らせ、ここで感動させろと糸を押し付ける芸術です。でもケージは東洋の思想、特に禅に深く影響を受けていました。鈴木大拙という仏教学者の講義を受けていたんです。禅さんだけに禅ですか？禅の教えではあるがままを受け入れますよね。ケージは考えました。作曲家のエゴで音を支配するのをやめよう。偶然なっている音、あるがままの音こそが最も美しい音楽ではないかと。なるほど、自然の音も音楽だってことか。だから4分33秒は無音の曲ではなく環境音を聞くための曲なんです。コンサートホールという枠を用意することで普段は雑音として無視している音に耳を澄ませる時間を強制的に作った。世界は常に音楽で満ちていることに気づかせるための装置なんですね。このエゴを消すためにケージは面白い作曲方法も試しています。液鏡やコイン投げを使った偶然性の音楽です。コイン投げ？運任せってことですか？はい、コインを投げて表が出たらこの音、裏が出たらあの音と決める。自分の好みや糸が入らないように徹底的に偶然に委ねたんです。作曲家なのに作曲しないように頑張ったのか。逆説的ですけど、そこまでしてあるがままの音を求めたんですね。ちなみにケージはキノコ狩りの名人でもあったんですよ。キノコを音楽と関係あるんですか？森の中でキノコを探すには地面をじっくり観察する必要がありますよね。その観察するという姿勢が音を聞く姿勢と重なるんです。なるほど、日常の中に発見を見つける天才だったんですね。実はケージ以前にも似たようなことを考えた人がいました。フランスの異端児エリック・サテイです。彼は家具の音楽という概念を提唱しました。家具？
タンスとか椅子ですか？はい、そこにただあるだけで意識して聴く必要のない音楽です。パーティーの時に会話の邪魔にならないように流れる BGM の元祖ですね。サテイは自分の演奏を聴こうとする客に聞くな、喋り続けろと怒ったそうです。変な人ですね。でも今のカフェの BGM ってまさにそれかも。主役にならず空間の一部になる音楽。刑事もこれに大きな影響を受けました。この考え方は日本の間の感覚にも通じます。日本画や書道では書かない余白を大切にしますよね。はい、何もない空間に意味を感じるやつですね。西洋音楽の給付は音がない時間ですが、日本の間は響きの余韻であり、次の音へ向かうためのエネルギーが充満している時間です。4分33秒の無音も虚無ではなく、世界中の音を受け入れるための器なのかもしれません。無音があるからこそ音が際立つ。深いな。この流れは現代のアンビエント、ミュージック、環境音楽につながります。ブライアン・イーノなどが確立したジャンルですね。空気のように漂う音楽、最近人気ですよね。雨の音を聞くだけの動画とか、焚き火の音とか。あれも意図的に作られたメロディーではない音に心地よさを感じているわけです。ジョン・ケージの思想は70年経ってようやく一般常識になったのかもしれません。ところで、なんで4分33秒なんですか？5分でも3分でも良さそうですけど。実はこの曲3つの楽章に分かれているんです。第1楽章30秒、第2楽章2分23秒、第3楽章1分40秒、合計で4分33秒。楽章の区切りはどうやってわかるんですか？ずつと無音なのに。演奏者がピアノの蓋を閉めたり開けたりするんです。それが区切りの合図です。蓋の開け閉めが唯一のパフォーマンスなんですね。シュールだな。タイトルの由来には諸説ありますが、絶対0度に関係するという説が有名です。マイナス273度の数字を取って273秒、つまり4分33秒になったと。熱運動が止まる絶対0度と演奏が止まるこの曲、リンクしてますね。さらに刑事にはもっと気の長い曲もあります。オルガンツ ASLSP という曲です。どんな曲ですか？可能な限り遅くという指示があるんですが、現在ドイツの教会で演奏中です。現在いつ終わるんですか？予定では西暦2640年です。はあ、600年後2001年に始まって演奏期間は639年。コード和音が変わるだけでニュースになるんですよ。生きてるうちに聞き終わらないじゃないですか。音楽は人間の寿命すら超えていくというメッセージかもしれませんね。この曲は現代の私たちにも重要な問いを投げかけています。私たちは普段イヤホンで耳を塞いで生きていませんか？好きな音だけを取り入れて嫌いな音をノイズとして排除している。まさにさっきの僕ですね。最新の音楽を探すのに必死で。でもイヤホンを外して街の音を聞いてみてください。遠くの電車の音、風に揺れる木の葉の音、誰かの笑い声、それらは二度と同じ組み合わせでは現れない一期一会のシンフォニーです。そう思うと世界が少し豊かに感じられますね。ケージは音楽の定義を拡張したんです。音楽とは音による表現であるという定義から、音楽とは聴くという行為そのものであるという定義へ。今日は無音の音楽4分33秒についてお話ししました。最初は放送事故かと思いましたけど、深い哲学があったんですね。今度4分33秒間何もしないで耳を澄ませてみます。いいですね。どんな音楽が聞こえるか楽しみですね。皆さんも日常の中でふとした音に耳を傾けてみてください。それがあなただけの名曲になるかもしれません。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。